皆さんこんにちは。ペッカースミチャンネルへようこそ。今回は長野県昼上温泉を1泊2日で旅した時の動画です。昼上温泉は日本一の星空と言われる阿智村の近くに位置し、ヘブンズ園原に行くための拠点としても大変便利な温泉郷です。温泉の泉質はアルカリ性単純硫黄泉で pH は 9.7 あり、美肌の湯として知られています。このチャンネルではこれから宿泊しようだとかどこかへ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。今回宿泊する宿はこちら、昼上の住処黒岳です。こちらですね、門がとても立派だったんですけれども、ちょっとね、価格に収まりませんでした。門をくぐってみると素敵な庭園が広がっていました。火もこう焚かれていてなんか違うなってそういう印象でしたね。そしてですね、中入ってみるとこの丸型ポストがありまして、これから先ですね、どういう世界が広がっているのかな、そんな風に思いました。さあどうですか、このノスタルジックな雰囲気、とてもいいですよね。こちらでチェックイン手続きを行います。ではですね、少しロビー周りをご覧ください。映像ではですね、ちょっと伝わりきらないかもしれないんですけれども、本当雰囲気が良かったですね。大正ロマンを感じるというか、古民家風っていうんですかね、になっておりまして、とてもですね、こう居心地がいい、そんな雰囲気でしたね。なんかどこか懐かしさまで感じてしまう。前世一体いつの時代に自分は生きていたのかななんて、そんな風に思う瞬間もありました。私たちは庭園を見て左側の通路の方の部屋だったんですけども、右側のこちらの奥にも部屋があるようです。ここは8階の家建て。ここは誰のお家かな。小鳥の家。次のお家はどこのお家かな。バーがありまして、夕食後から夜10時まで利用することができます。で、こちら、コーヒーもあるんですけれども、コーヒーに関しては、チェックイン後から利用することができます。ここからは部屋の紹介です。で、ここですね、部屋に行くまでのこの道のりもまたとても素敵なんですよね。大浴場の前を通って部屋へ向かうんですけども、この通りの雰囲気いいですよね。そしてですね、庭園を見ながら行きます。大浴場はですね、後ほど動画撮らせていただいておりますので、またご紹介したいと思います。黒岳は全17部屋のうち9部屋に客室露天風呂がついています。本日宿泊する部屋は露棟の唯一特別室となっている露の3という部屋ですね。玄関は広いですね。この玄関の明かりがまたいいですよね。そしてこちらリビングになるんですけども、古民家風の感じすごくいいですよね。そしてここからですね、右の方に旋回していきますと、布団をですね、あらかじめ敷いてくれてあります。
ちなみにですね、この、マットレスはですね、エアウィーヴの敷布団が使われているというふうに書いてありました。冷蔵庫の中はですね、すべて無料でした。このハーゲンダッツ無料なんですよね。そしてこの飲み物すべて無料です。で、一番上にあるものがですね、この冷蔵のお菓子だったんですね。これね、美味しかったですね。よくこう洗い場のすぐ奥のところにですね、客室露天風呂があって見えてたりするんですけど、今回は違ったんですね。じゃじゃんと、なんとですね、廊下が結構長いんですよね。これまた素敵です。こちら浴槽はですね、十和田石を使っているんですね。なのでこう中が緑色になってとても綺麗ですね。はい、今ですね、温泉に入ってみました。入った瞬間はですね、ちょっと暑いかなっていう風な感じに思ったんですけれども、早速ですね、まず、2代目ラッコ太郎を入れてですね、ちょっと温度の方、測ってみたいと思います。最初ね、ちょっと暑いかなと思ったんですけど、すぐでも入れましたね。慣れれば全然暑くないかなと。なんで子供はちょっと最初入った瞬間は、暑い、無理だっていう風な可能性はありますね。で、今回この暑い場合っていうのは、水を入れて、温度をですね、冷ましてくださいという風なことだったので、まあできたら耐えてもらいたいかなと。まあ慣れればそんな暑くない温度だと思いますので、そんな風に思います。では、温度を見てみたいと思います。見えるかな？ですね、43度ですね。上げた瞬間は43度くらいました。なのでちょっとね、やっぱり厚めなのかなっていう、そういう感じですよね。もう一回見てみます。まあ、44までいってるかもしれないですね。まあ、それくらいの温度になっております。昼神温泉はですね、pH9.7 っていう結構強めのアルカリ性の温泉でして、まあこの pH が強ければ強いほどですね、まあ美人の湯というふうにまあ言われていくわけですよね。で、なんか250年前のですね、古文書にすでにですね、温泉が湧き出て、統治をしているということをですね、記載があるそうなので、結構歴史も古いですよね。で、結構豊富な、温泉量が湧き出しているようなのでね、とても効能が優れていると。なので、湯上がりではですね、こう、すごいしっとりした肌触りになるっていうのが、まあ、この、昼神温泉の特徴のようです。で、今この、湧き出し口の方を見て座っているんですけども、こういう風に座ると、まあ、結構横、大人2人がギリギリで座れるかなっていう感じです。で、足伸ばしてみると届かないので、まあ、長さはあるのかなっていう印象ですね。そこの段のところに乗ってしまえば、まあ、大人3人座ることはできるかなっていう感じです。はい、そしてこの中ちょっと見てみましょう。こちらの方から、来ました。で、温泉が入ってですね、上の方はですね、こういう感じで、まあ屋根っぽくしてあるので、まあ、あんまり雨強いとちょっと入ってくるかもしれないですけども、比較的ですね、雨はそんな気にすることないのかなっていうふうに思います。
で、あちらの方を見てみますと、もう上が吹き抜けてる感じになって開いておりますので、もしかしたら、町村が近いってこともあるので、星が見える、晴れた日であれば見えるのかもしれません。ただし今日曇ってるのでどうなのかなっていうところですね。ここからは大浴場のご紹介ですけれども、アンチャの湯というのが男性側の大浴場、もう一個はネーチャの湯というものが女性側の大浴場であります。まずはアンチャの湯からです。タオルがですね、もう備え付けられてあるので、部屋から持っていくことはなくて、これはいいですね。こちらはですね、氷が溶けた水なので、もうキンキンでしたね。ここからは夕食のご紹介なんですけれども、朝食もですね、こちら食事処の、お上がり亭で、いただきました。まずはですね、中の様子をご覧ください。別注からはですね、2品オーダーしております。本日のお肉はですね、長野県産信州牛 A5 ランクのこちらがロース、こちらがランプになります。はい、牛が1頭約700キロと言われてまして、そのうちロースはですね20キロ取れます。それに対してランプはですね5キロしか取れないとても希少な部位でございます。はい、でこちらの方でカットさせていただきます。
今、夜のお風呂に入っているんですけれども、なんかさっき日中入った時に比べて、今の方はなんか入りやすい。最初、日中の時は、あれ暑いかななんて思って、慣れてきたわって感じだったんですけど、今回はすぐさま入れますね。この上の蓋も閉めてたんで、そんなに温度が逃げることはなかったと思うんですけれども、そんな感じですぐ入ることができました。そしてですね、さっき結構強い雨が実は降ったんですね。その時にですね、妻が温泉入ってたんですけども、特に上から雨が入ってくることもなかったということでした。さっきもしかしたら雨入ってくるかもなんてちょっと言ったんですけども、全くそれはなかったということなので、それはご安心ください。今、湯船の方からですね、部屋の方を見てるんですけども、こんな感じですね。ちょっとこのカメラの関係で、ちょっと黒く見えます。もう少し実際は明るく見えてると思います。で、今ですね、ちょっと雲が出てるかどうかわからないんですけども、雲が多分なければ、ここの電気消せば結構綺麗な星空見えるんじゃないかなと思います。ちょっと今明るすぎてですね、星が見えないです。たださっき雨降ってたんで、雲いるのかなっていう気はするんですけれども、そういった意味ではですね、ここで、星空鑑賞会ももしかしたらできるかもしれないな、そんな風に思います。ここから朝食になるんですけれども、夕食と同じ個室に案内されました。このサラダがですね、なんか新鮮というか、そんな感じでシャキシャキとても美味しかったですね。で、お味噌汁がですね、自分たちで温める、コンロで温める感じになってまして、いっぱい量があって美味しかったです。で、飲み物はですね、牛乳とかお水とか、これリンゴジュースかなはですね、自分で取りに行くようになってます。で、コーヒーも一緒にあるんですけども、そこのですね、並びの、横にですね、パンがありました。で、パンは2種類あるんで、食べ放題というか、ちょっと今あんまりないんですけれども、食べ放題で取ることができます。そして、キャンディーチーズとくるみも一緒にありました。現在時間は10時20分です。最後の温泉に入っています。温度をもう一回測ってみようと思ってですね、やってみます。40、やっぱ3度くらい、43か4度ありますね。最初入る瞬間はやっぱり暑いなと思うんですけれども、すぐに慣れて気持ちよく入れるお風呂です。そしてですね、こちらこの天気ですね、今すごい晴れてるんですよ。いい天気になりました。ここ見えるところの範囲では雲一つない快晴というか、そんな感じでしょうか。で、今ですね、こちらの上の方を見てみますと、上からはね、太陽がだんだん南中するので南に向かっているんでしょうかね。そんなところです。とても、気分がいい、最後の温泉に入れている。そんな感じです。今、娘と入っているんですけども、ちょっとお話聞いてみたいと思います。この温泉はどうですか？気持ちよかったです。温度はどうだったんですか？ちょっとだけ暑かったけど、すぐ慣れました。やはり最初ちょっと暑かったようですね。でもすぐに慣れたということで、今ももう普通に足入れられて入ってます。ちなみにラップ太郎も今ここでお風呂に入っているそうです。今回は、昼神の住処黒岳に、宿泊をしたんですけれども、とてもですね、いいお宿でした。温泉とてもね、気持ちよかったし、何よりもこの美肌の湯、美人の湯というのですね、pH9.7 っていうのをすごい感じられる、そんな、温泉に入ることもできました。毎回ですね、これくらい天気になってくれればいいななんて思うんですけども、なかなかうまくいかないんですが、これからもですね、温泉旅を楽しんでいきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。